かつての賢者様、東の国は何の訓練中なのですかな？自習だ。始めたまえ、速やかに。客人の見せ物になるような出し物はない。それでも構わないなら。構わない。お前たちの普段の訓練を見せろ。では昨日の授業の続きをしよう。実技じゃないのか。実技にしようぜ。俺の実力を見せてやれる。お前の実力は俺が知っていればいい。それとも中央の国での出世を望むのか。ほほう、言うようになったじゃないか。そういうことなら控えていいよ。ファウスト、始めろ、速やかに。次に行ったら呪うぞ。それではネロ、昨日の復習だ。ムントの法則の説明を。そんな名前昨日出てきたっけ？男？女？ムントは女性だ。だが法則の内容に性別は関係ない。君はわかるはずだ。俺そいつ使ってる？いつも使ってる。使うというか法則だから原理だ。わかった。ネロ、ありがとう。シノ、答えられるか？ムントの法則？俺も使ってる法則か？使っている。魔力の基礎だ。東の魔法使いの気質にも大きく関わっている。使えているならそれについてる名前に何の意味がある？わかった。ありがとう、子猫ちゃん。子猫ちゃん？今日から君の名前だ。ついてる名前に意味はないんだろう。次、ヒースクリフ。待てよ。
子猫だと、もっと俺の実力に見合うような。し静かに、子猫ちゃん。ネロ、あの先生侮辱してくるぞ。お前さんが先に侮辱したんだ。先生が教えてくれたことくらいちゃんと覚えてやれよ。あんたが言うか。それを言われると。君たち、静かにしなさい。ヒースクリフ、答えられるか？はい。ムントの法則は魔法心理作用の法則の一つです。集中すればするほど魔法作用は強くなる代わりに他の感覚を失い視野が狭くなります。その通りだ。なんだ？違う。知覚できなくなるだけだ。そうだ。人間にも同じことがある。何かに集中していて音が聞こえなかったり見落としたりしたことは。それと同じことだ。魔法は心で使う。心が集中するときほど強い魔法が使えるが、知覚能力が鈍くなる。君たちにも経験があるだろう。特にシノは。強い魔物を倒すときに呪文を唱えると無音になることがある。すぐに戻るが。そうか。それほどまでに集中できるのは魔法の技術が熟達している証拠でもある。喜ばしいことではあるが、君にはもっと急いでいろいろ教えていかなければな。これ以上宿題を出すのはやめろ。なぜ、特に俺はと言ったんだ。比較的東の魔法使いらしくないからだ。東の魔法使いらしさって？僕も長い間嵐の谷に引きこもっていたから自信を持って言えることはないが、東の魔法使いらしさとはすなわち用心深さだ。僕らは危険にも安楽にも用心する。すなわちムントの法則で言われるような一極集中の魔法は東の魔法使いには不向きだ。用心深く警戒心が強い者は周囲の気配に過敏で集中が増えてだ。安心できる環境以外で没入することを嫌う。じゃあ、東の魔法使いは強くなれないってことか。集中した方が強い魔法を使えるんだろう。一概にそうとも言えない。一極集中が増えてな代わりに東の魔法使いは平行魔法が得意だ。料理みてえなもんだな。いくつもの魔法をいっぺんにかけて同時進行させるんだ。具材を切りながら鍋を煮たり、グリルで焼いたり、皿を洗ったり。平行魔法は複数魔法とも呼ばれている。複数魔法には集中と俯瞰が同時に必要だ。俯瞰って？一歩後ろに下がって自分を冷静に見ることだ。シノには難しいかもな。できてる。できてないよ。中央の魔法使いよりはできてるかもな。なんだかんだシノは慎重で用心深い。中央の奴らはイノシシだからな。複数魔法の続きの話をしよう。複数魔法に慣れてくるとある高度な魔法が実践できるようになる。やりたい。慣れてくればと言っただろう。
先生はできるんですか？一通りはな。だが、ネロの方が得意な気がする。お、なんだよ。どんな魔法？封印魔法だ。そんな得意でもねえよ。高度な封印魔法は、複数の媒介や魔法陣を用いる機械の設計のように緻密で複雑なものだ。数千の歯車を同時に組み立てて、それを一瞬で結びつけるような集中力と全体把握能力が必要になる。ヒースならできそうだ。ヒースは時計だとか機械いじりが好きだし。封印か。よく魔物が封印されているって話を聞いたことがありますけど、自分より強い魔力を持った相手も封印することができるんでしょうか？できる。魔力の差を技術でしのぐのが封印だ。どうぞ。ああ、いや、そんなつもりじゃ。君の部屋で飲んだ時に話した感じだと、封印は君の方が詳しい。そうなのか。意外な特技があったんだな。料理って並行作業の基本みたいなものだものね。ああ、そうだな。こう考えればいい。一般的な封印っていうものは風浪と一緒だ。そうだ。開けるのは簡単だけど、開いたことは確実にわかる。開けてないふりをして元に戻すことはできない。北の魔法使いの封印はこうだ。丈夫な岩に深い穴を掘って大事なもんを詰めて重たい蓋をする。物理的に誰も重たい蓋をどかせない。だけどどかせる奴がいたら、一度も開けてないふりをして再び閉めることができる。そうだ。それだと封印の意味をなさない。そうだ。封印を解こうとした瞬間、魔法をかけた当人にすぐわかる。下手をすると、当人以外にも知らせるような仕組みがかけられてる。森中に張り巡らせた糸に、一度も引っかからないで通り抜けろと言っているようなもんさ。ほんの少しでも引っかかれば、森全体が焼け野原になって、封印した魔法使いが駆けつけてくる。まるで、封印を解く側の視点だな。何かおかしかったか？いや、やっぱり、俺は説明が下手だなと思ってさ。まったく、先生にはかなわねえや。どうした？急にお世辞なんか。いやいや、本心っすよ。ネロ、あんた今、笑ってごまかすっていう技を使わなかったか？黙ってろ、子猫ちゃん。子猫ちゃんはやめろ！でもすごく面白い話だったよ。俺もいつか封印魔法を使ってみたいし、封印魔法を解いてみたいな。おう、ヒースには向いてそうだよ。
お前、メガネを取ってみろ。断る。どこかで見た顔だ。あの魔法使いの名前は？ファウストです。ファウスト？ファウスト。聖なる魔法使いと呼ばれたファウスト様と同じ名だ。伝説と同じ紫の瞳。もしや、あのお方の関係者では？この先は複雑な内容になる。授業の邪魔だ。出て行ってくれ。ファウスト！ヴィンセント殿下に対し失礼であろいや、良いのだ。それでは失礼する。なぜ今まで気づかなかったのだろう。合わせ鏡のように生き写しだ。ヴィンセント殿下？ファウスト様だ。アレク陛下が書かれたというファウスト様に生き写しなのだ。あのファウストが？呼び捨てにするな。我が国父の盟友であらせられる方かもしれないのだぞ。いやいや、ヴィンセント様、名前が同じだからといってそれは買いかぶりです。賢者様を通していろいろな魔法使いと知り合い、善良な面もたくさん見てきました。ですがファウストはちゃんと嫌味で陰険で意地悪な方の魔法使いです。ご安心ください。またまた。本当ですよ。カナリアと一緒に世間話をしたりもします。呪い屋と世間話など、呪いをかけられたらどうするんだ。髪の毛一本でも落とせば殺されるぞ。ほら、そういう態度ですよ。呪い屋だぞ。呪うのだぞ。それは仮のお姿かもしれない。いくつもの伝承で聞いたことがある。高潔な聖人や賢者が瀕したみすぼらしい姿に化けて為政者の進化を見定めようとするのだ。聖人ファウスト様は我が国をアレク様に託して姿をお隠しになられたと聞いている。我が国の危機、世界の危機を迎えて再び属性に姿を現してくださったのかもしれない。ファウストはだいぶ前から賢者の魔法使いですよ。呼び捨てはやめろ。万が一のことがある。あの方の御前で敬意を忘れるな。かしこまりました。あのファウストさんが伝説のファースト様と同一人物なんて。何を笑っておるのだバカ者。お前もかしこまれ。
はい。当然だ。中央の国の建国のために力を授けてくださったお方だぞ。おい。何か。魔法者を敬遠していたお前が、なぜ執拗に視察を行う？一度なら気まぐれだとしても、今回で3度目だ。何かの必要があってのことか？ヴィンセント、お前はアーサーの身内で、カインのかつての主君だ。今日は黙ってお家に帰してやろう。だが、僕らを誰かに売るような真似をしてみろ。その血が絶える末代まで呪うぞ。重々承知した。まあ素敵なお召し物ですこと。西の国は流行の最先端ですものね。その通り。これからの時代は中央の国ではなく西の国ですよ。魔法科学の恩恵で大陸随一の発展を遂げた今、西の国は最も豊かで強い大国だ。でも恐ろしい噂を耳にしましたわ。恐ろしい噂？オズやミスラ、天候を操り大地を揺らす悪名高い大魔法使いたち。彼らが中央の国と手を結んだと。なんだって？あのオズとミスラがなぜ中央の国に？まさか私たちの財宝や技術を奪うつもりでは？何事ですかな？あなたはバーネット将軍。ジル・バーネット様、西の国で最も評判の高い方とこのようなところでお会いできるなんて。私こそお会いできて光栄です。紳士淑女の皆様、一体どうなさったのですか？バーネット将軍、あのオズやミスラが中央の国にいるというのは本当ですか？
ええ、本当です。なんてこと。中央の国は何を考えているんだ。皆さん落ち着いて。ご心配はいりません。彼らが中央の国にいるのは、彼らが賢者の魔法使いだからです。賢者の魔法使い、どこかで聞いたことがあるぞ。確か異界から来た賢者と共に大いなる厄災を追い返す魔法使いのことでは。ええ、いかにも。次なる大いなる厄災との戦いに備えるために、オズやミスラたちは中央の国の魔法社に滞在しています。魔法社に賢者がいるからです。なんでも魔法使いは賢者の言うことにしか従わないとか。では賢者様がいる限りオズやミスラもおとなしくしているのね。よかった。でも賢者様を自分の国だけに留めておくなんて、中央の国はずるいわ。いや、何、中央の王家が勝手に魔法社を設置し、彼らを歓待しているだけのこと。魔法社は中央の国になければならないということはありません。おお、では国王陛下は賢者も賢者の魔法使いも我が国の管轄下に置くことを望まれていらっしゃいます。近いうちにオズもミスラもこの天空離宮へお連れいたしますよ。おお、さすがバーネット将軍。本物のオズなんて怖いわ。賢者の言うことなら聞くそうだ。私はぜひ見てみたい。将軍、楽しみにしているぞ。では失礼。お待ちになって将ん？軍。バーネット将軍は通俗小説をお好みになられるとお伺いいたしました。だから何です？メグルーモスの新作哀愁と満潮のミートパイはご覧になられまして。私とても感動。黙って内容を明かさないで。まだ入手していないのです。遠征から戻ったばかりで。まあ、ぜひ手に入れてください。とても面白か。黙って。ありがとう。それでは。俺としたことがうっかりしていた。メグルーモスの新作が出ていたなんて。すぐに入手するように。はっ！ミートパイが題目にあるということは、前作の脇役だったメイドのマーガレットが主人公なのかもしれない。マーガレットの得意料理はミートパイだった。片思いをしていた女主人の婚約者にパイを切り分けるくだりは名場面だったな。閣下。なんだユーゴ。誠に僭越ながらご忠告させていただきます。分かっている。マーガレットの恋は今回も報われない可能性が。違います。先ほどの閣下のお言葉です。魔法者を招致するなど、もしも問題になったら。ふん、体現相互を吐くなと言いたいのか。閣下の名誉に傷をつけたくないのです。生まれだけの大貴族たちと違い、閣下はその才覚でここまで登られた方。確かに数年前までは宝刀息子と呼ばれていらっしゃいましたが、今はまるで別人のように。生まれだけの大貴族に宝刀息子か。問題発言はお前の方だな。申し訳ありません。許してやろう。体現相互はわざとさ。酔っ払いに強い酒を注ぐようなもの。我が国の大貴族たちも中央の国の政府ものんきなものだが、新しい国が生まれたようなものだ。早めに手を打たなければ、大いなる厄災に滅ぼされる前に再び魔王に支配されるぞ。魔王？新しい国？何がですか？魔法者だ。賢者と賢者の魔法使い。オズやミスラを従わせるとは。噂が本当ならば、賢者とやらは
一国の王に匹敵する力を持っている。早めに手を打たなければ。異界から召喚された賢者様は俺たちのために世界を守ってくださるのではないですか。だからどうした？悪い方のようにおっしゃるので。賢者が虫も殺さぬ聖人だとしても、後ろにオズとミスラをはべらせていたら、それだけで十二分に性悪な悪党だ。そうかな。不透明で危なっかしい魔法者は丸ごとこちらにいただいて、俺たちが管理した方がいい。そのためにすでに水面下で交渉は持ちかけている。どなたに？お前にペラペラ話せるわけがないだろう。一度聞いたら死ぬまで秘密厳守だ。何しろ国家機密だからな。果たしてお前の精神が持つかな？申し訳ございません。俺が軽率でした。二度とこのような質問は。中央の国の国王陛下の弟君のヴィンセント殿下だ。なんで言うんですか？お前の人生に緊張感を与えたくて。味わったらメグルーモスの新作を手に入れてきてくれ。できる限り急いで。かしこまりました。今頃ヴィンセント殿下は魔法者の視察を行って散々迷っている頃だろう。魔法者という強力だがハイリスクなカードを手元に置いておくか捨てるか。おそらく捨てるだろうな。厄介な王子様を切り離すチャンスだ。魔法者は西の国に預けた。あなたは世界救済に専念してくださいと政務から引き離しておいて。もしも王子様に何かあった時には自分で王冠をかぶればいいのだから。王族というのはおっかないもんだぜ。そこがいいんだけどな。賢者様、西の魔法使いたちは魔法者のバーにいるんですよね。なんだなんだね。なんだなんだなんだろうね。なんだ入らないのか。後ろに？あ、賢者様。賢者様だ。おはようございます、賢者様。賢者様、いかがでしたか？薬となさいましたでしょうか？中央の国も南の国も東の国も皆さん真面目な訓練をされていそうだったので、我々が一肌脱いでひとときの笑いと驚きを皆さんに提供しようかと。おや、成人向けすぎましたか？やや過激な後半のネタはまだご披露しておりませんが、やっぱり怒られそうなんじゃない？そうだよね、賢者様。ドラモンド大臣に変身した方がウケるってこと？賢者様は
笑いに厳しい？どういたしまして。何が欲しそう？哲学、科学、天文学？属性の苦悩を忘れる美酒を？素晴らしい音楽はいかが？新しい衣装なんかどう？もちろん。エアニューランブルー。わあ、夜空の星座が部屋中に輝いてる。インビーベル。なんと空飛ぶ果実が絞られてリキュールと一緒にグラスの中へ。アモレストビエッセ。スイスピシーボボイティンゴーク。なんだこれは。そのクラバットです。見ればわかる。ごめんなさい。謝らなくて大丈夫さ、クロエ。ごらん、ヴィンセント殿下はお怒りになられてはいないから。本当？魔法で今作ったのか、それとも作ってあったものを魔法で取り出したのか。布は買ってあったものです。中央の市場に素敵なお店が。魔法はいつ使った？結び目を作った時です。見たことがない結び方だ。俺が考えた結び方なんです。ほう、洒落ているな。クロエ。わかった。これは返す。よかったらもらってください。とてもお似合いなので。魔法使いの作ったものだから持っていたくないかもしれないけれど、呪いをかけたりはしていません。変な魔法もおかしな仕掛けももちろんありません。
嫌だったらいいですけど。受け取ろう。お前を信用する。ありがとうございます。よかったねクロエ。ラスティカ・フェルチ。ええ。大いなる厄災との戦いの犠牲者の代わりに召喚された音楽家だという。さようでございますヴィンセント殿下。どうぞお見知りおきを。こちらこそいくつか質問をしても。もちろん。フェルチとはあの滅びたフェルチ家。かつて西で栄華を誇った西の国の王家以上の大富豪だった大貴族の。さあ、あいにく忘れてしまいました。そうか。あなたのお名前はヴィンセント・グランベル？そうだ。素敵なお名前ですね。ラスティカ、あなたの身の回りを世話する者は？クロエにいつもお世話になっています。よく気が利く子なんですよ。手は足りているか？不足しているなら従者をつけよう。どうしてラスティカに？賢者様にも従者がいないのに？クックロビンがいるだろう。俺は本業は書記官なんですが。奇妙なことですね。西の魔法使いは奇妙なことが大好きなんです。高圧的だったあなたの態度がここに来て軟化した理由と何か関係がありますか？おや、残念。シャイロックには退屈だね。お気遣いいただきありがとうございます殿下。心から感謝いたします。どうして僕にご親切にしてくださるのですか？もしかしてあなたが僕の花嫁？花嫁？違う。落ち着いてラスティカ。よくわからないが、もう結構だ。引き上げよう。